こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は多くの会社で申請をしているかと思いますけれど、両立支援と助成金について解説をしていきたいと思います。昨今ですね、育児の休業、そして介護の休業というところが問題になっていて、その制度導入、実績を作ってですね、この両立支援と助成金申請する会社も多いかと思います。厚生労働省の方から2025年令和7年度における概算要求というのが発表され、その中に両立支援と助成金に関する部分の記載がありましたので、2025年令和7年度における両立支援と助成金の行方について簡単に解説をしていきたいと思います。今回、厚生労働省は両立支援に関しての予算を大幅に増額をしておりまして、その内容、そしてこの助成金少し拡充という形になりますので、その概要を見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは両立支援と助成金とはどういったものなのか、その概要と各両立の背景について見ていきたいと思います。そして現状の両立支援助成金、令和6年度、2024年の現状のものを確認をして、今回発表されました2025年令和7年度の概算要求の内容を全体像を見ていった上で、次、2025年令和7年度における両立支援と助成金の変更点のポイントについて解説して、最後に注意点とまとめという形になります。まずは両立支援と助成金とはどういったものなのかですけれど、働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境の整備に対して助成をしていくものとなっております。子育てに関して言えば、男性の育休取得率というのが2023年に 30%、超えて 30.1% となりました。ただ2025年の目標は 50%、2030年の目標は 85% と、まだまだハードルが高い状況ではあります。そんな中ですね、法改正がありまして、2025年4月からは男性育休の休業の取得率の公表義務の企業が1000人を超える企業から300人を超える企業に引き下げ、対象の拡大という形になっております。一方で介護に関しましては、2016年に掲げた介護離職目標ゼロという目標に反して、今現状介護離職というのはもう10万人を超えて高止まりをしているという状況で、最近は非常に課題、問題になっている状況です。また治療に関しても、がんと診断をされて3ヶ月以内に3割が離職をしている状況ではありますけれど、今後医療の進歩などに伴いまして、治療をしながら一緒に働きながらといった共に付き合っていくという状況がどんどん生まれてきている。また不妊治療に関しましても今どんどん増えてきている。2020年には45万件だったのが2021年には49万件になっているといった状況で、そういった状況を国が支援をするための両立支援と助成金という形になります。ではこの両立支援と支援助成金ですけれど、今現状どういったものなのがあるのかといいますと、基本的には中小企業の事業主が対象という形になっておりまして、男性の育児休業取得を促進をするもの、仕事と介護の両立をするもの、そして育児休業の取得を支援をしていくもの、そして育児休業中のですね、業務の体制の整備を支援をするもの、仕事と育児の両立をするもの、仕事と不妊治療の両立、そういった形で全部で6つのコースが用意されております。非常にそれぞれ細かいんですけれど、この5番目、柔軟な働き方制度等の支援コースに関しましては、仕事と育児の両立支援ということで、2024年、令和6年度に新設をされたコースという形になっております。そしてこの両立支援と助成金ですけれど、2025年令和7年度の概算要求を見ていきますが、この両立支援と助成金拡充となっておりまして、予算額が前回に比べて358億円とほぼ倍増という形になっております。
その中で大幅に予算が増えてきているのが育休中の業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コース、そして介護離職防止支援コース、特に介護離職に関しては2025年は厚生労働省が非常に大きく力を入れているというのはよくわかる。そういった中でですね、この3つに関して非常に大幅に予算を増額をしている関係で、やはり休業中の業務の担い手の確保ですとか、介護離職の防止といったところを強く推しているといった状況で、もうそもそも両立支援のためにお休みが取れるといった状況はもう一段落をして、次のステップに入っているのではないかなというふうに感じます。そしてこの両立支援と助成金の概算要求の資料の中の赤字になっている部分が来年度変更になるという予想がされているものです。ではここ抜き出して変更が予想されるポイントについて見ていきたいと思います。まずはですね、柔軟な働き方選択制度と支援コースですけれど、こちらはですね、新たに加算措置というのも設けられておりますが、この柔軟な働き方選択制度支援コースに関しましては、制度を2つ導入することで、助成金がもらえる、また3つ以上導入した場合はさらにもらえるといったものですが、ここに関しましては別の動画でご紹介はしておりますけれど、2025年令和7年度に育児介護休業法が改正になる関係で、この内容も改正になっております。詳しくは別の動画で解説をしておりますけれど、2025年10月から柔軟な働き方措置ということで、テレワークですとか特別休暇制度といった5つの中から2つ以上を選択しなければいけないという義務化がスタートする関係で、今現状は柔軟な働き方選択制度に関しましては2つ導入、3つ導入で助成金支給となっておりますが、法施行がされた後に関しましては2つはもう最低限法的な義務になりますので、さらにそれ以上の導入ということが求められて、制度導入が今後はですね3つ以上4つ以上という形で少しハードルが上がってくるという形になります。従いまして今後ですね、義務の対象になる企業に関しまして、制度導入考えている場合はですね、今のうちにこちらの助成金使っておいた方が良いかなというふうに考えております。またもう一つは介護離職防止支援コースですけれど、非常に全体のコースとしては赤字ばかりという形なんですが、全体的に支給額が引き上げになっているという状況で、かなり介護離職の防止に対して厚生労働省が力を入れているというのが分かる。そんな中でですね、介護休業を取得した場合、復帰した場合は40万円であったり、15日以上の場合は60万円といった形で増額がされているといった状況。そしてですね、丸2の介護両立支援制度の制度導入に関しましては、こちらはですね、1つ導入、もしくは2つ導入という形で、助成金が支給される。この制度導入に関しましては柔軟な就労形態ということで、例えば時間外労働ですとか深夜業の制限をするだとか、時差出勤制度を設ける、短時間勤務制度を設けるなどの全部で8つの項目があります。介護離職防止のためにですね、こういった柔軟な就労形態を導入していただくという形になれば、この助成金での交付が受け入れるといった形になっております。またその他ですね、介護離職を防止して介護休業中の業務の代替に関して何かしら支援をした場合にはですね、また助成金が支給がされるといった状況になっております。詳細はですね、また別の動画で詳しくは解説はしたいと思います。この両立支援と助成金はコースがたくさんあってですね、1回では解説しきれませんので、今後ですね、コース少し分けて細かく解説をしていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、その他の変更点です。この助成金に関しましては原則中小企業が対象なんですが、一部のコースですね、育休中等の業務代替支援コースに関しては中小企業以外でも申請が可能になる予定となっております。また
この両立支援と助成金に関しましては、育児介護休業法との関連が非常に強いので、育児介護休業法に関しては、2025年、令和7年4月から法改正という形になっておりますので、この法改正の内容についてもよく理解をしてほしいと思います。そして2025年問題ですね。今回厚生労働省が介護の部分に関して非常に力を入れておりますけれど、この2025年問題も一つのきっかけという形になっております。団塊の世代約800万人が75歳以上、後期高齢者となって、今後介護というのが自社で雇っている従業員の雇用の継続に非常に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、早めにですね、介護離職が出ないような形で対策を打ってほしいと思います。これからの両立支援は柔軟に休むということではなく、柔軟に働くことができるという形になって、柔軟な制度の導入が求められてきますので、それに合わせた形で就労関係の整備を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。